からルームツアーを始めます。私は実家暮らしで、広さは 4.5 畳の正方形のお部屋です。高校生なのでインテリアはお小遣いでできる範囲で自分が居心地の良い空間になるように工夫しています。部屋の家具は主にアイボリー、ベージュ、そして木などの優しい印象のもので統一しています。淡い色のものが好きなのでバランスに気をつけながら温かみのある韓国インテリアやナチュラルインテリアのようなお部屋作りを目指しています。それでは入り口から紹介していきます。まずこちらがドアです。もともとは普通の木目のドアだったのですが、セリアのリメイクシートを使って白く DIY しました。ここのフックにはいつもバッグと制服をかけています。ドアの右側にはデスクがあります。このデスクはナフコのもので、私が小学校1年生の時に両親から買ってもらったものです。椅子もナフコのもので、値段は2500円くらいでした。普段勉強はリビングでするので、勉強関係のものはここには置いていないのですが、代わりに雑貨を飾っているので紹介していきます。デスクの左側にはタペストリーとポストカードを飾っていて、タペストリーはニトリのもので、チューリップのポストカードはオンラインショップのイルイルゴンジルのものです。デスクの左下のスペースにはペン立て、キャンドルホルダー、鏡を置いています。ペン立てと鏡は2つとも楽天市場のエレメンツのもので、ペン立てが1180円、鏡が2480円でした。キャンドルホルダーはダイソーのものです。デスクの右下のスペースにはアクセサリーケースと三面鏡を置いています。アクセサリーケースはダイソーのもので、中の仕切りは無印良品のものです。三面鏡はニトリのもので1334円です。右上のスペースにはコットンフラワーとプリントした画像を飾っています。ここに置いてある雑貨はすべて100均のものです。左上のスペースはクマのぬいぐるみ、キャンドル、コップを飾っています。コップは中学の時の技術の授業で制作したもので気に入っているのでこうして飾っています。このピンクのキャンドルはダイソーのものです。クマのぬいぐるみはグアムに行った時に購入したものです。デスクの紹介は以上になります。デスクの右には IKEA のオープンラックがあります。こちらは1999円で購入しました。上の段から紹介していきます。こちらの時計は Amazon で1500円くらいで購入したものです。夜も見ることができ、とても便利です。2段目はアクセサリースタンドとキャンドルホルダーを置いていて、2つともゴールドのもので統一しています。アクセサリースタンドはエレメンツのものですが、今はショップで取り扱ってないみたいです。キャンドルホルダーは IKEA のもので、値段は799円です。キャンドルホルダーの下にはフランフランの大理石コースターを置いています。こちらは1000円くらいでした。3段目にはテーブルランプを置いていて、こちらは1380円でした。このランプは結構明るいので読書をするときに便利です。下には 3COINS の木のまな板を置いています。4段目にはニトリのバスケットを置いていて、値段は818円です。中には掃除グッズを収納しています。オープンラックの右にはおばあちゃんから譲ってもらったクローゼットがあって、さらに右側には IKEA のラックとチェストがあります。 IKEA のラックは4999円でした。一番下にはスリッパ、2段目にはボックス、そして一番上の段には雑貨を飾っています。ボックスはニトリのもので1つ925円です。中には予備のティッシュボックスなどの日用品を収納しています。一番上の段の水差しは IKEA のもので799円です。造花はニトリのもので花瓶と合わせて1000円くらいでした。横にはプリントしたものを飾っていて、額はダイソーのものです。手前のアクセサリースタンドはセリアのもので、時計とイヤリングを収納しています。こ
ちらの雑貨は気分で配置をよく変えています。隣のチェストはもともとは家にあったカラーボックスです。上の3つの引き出しは楽天市場のもので1つ1100円です。下の2つの引き出しはニトリのもので値段は1つ909円です。中には洋服を収納しています。そしてチェストの上には洋服の組み合わせを確認するために鏡を置いています。この鏡はニトリのもので値段は1800円くらいです。チェストの左にはろうそくコーナーがあります。ポコポコしたキャンドルはハンドメイドで、奥の白くて細いキャンドルは IKEA、LED キャンドルはダイソーのものです。チェストの右の方には無印良品のアロマディフューザーを置いています。香りはヒノキを使っています。奥のフェイクグリーンはダイソーのもので、花瓶はセリアのものです。チェストの隣には本棚があります。これはもともと家にあったもので、中には学校の教科書や参考書を収納しています。本棚の上にはぬぐるみを飾っています。本棚の右側の壁には額とバッグをかけています。この額はダイソーのもので、中にはプリントしたものを入れています。額の下にはカゴバッグと網トートをかけています。この網トートはダイソーのものです。額の上側には IKEA のフェアリーライトをかけています。値段は1000円くらいです。そして壁の下の方に行くとベッドがあります。このベッドは2段ベッドを解体したものです。ベッドフレームはダイソーのペンキとリメイクシートを使って白く DIY しました。ベッドシーツ、ボックスカバー、枕カバーはニトリのもので、全て合わせて5000円くらいで購入しました。こちらのアクセントクッションはニトリのもので値段は925円です。ベッドトレイは IKEA のもので1499円です。ベッドトレイは寝る前にパソコンをいじったり映画鑑賞をするのに使っています。こちらのベッドカバーは IKEA のもので2499円です。ベッドの上の壁はこんな風に額、飾り棚、時計をかけています。額はすべてダイソーのもので、中にはプリントした画像を入れています。その下にはセリアの飾り棚を白くペイントしたものがあります。ここには星型ライト、オルゴール、アロマオイルを飾っています。星型ライトはニトリのもので1000円くらいで購入しました。オルゴールは兄からお土産でもらったものです。アロマオイルは匂いがきついので使わずに飾っています。その下にはニトリの飾り棚をかけています。値段は1000円くらいです。飾り棚の上には写真立て、ムーンライト、パイナップルのオブジェを飾っています。写真立て、ムーンライトと下のコースターはダイソー、パイナップルのオブジェはセリアで購入したものです。そしてこちらの時計はニトリのもので値段は925円です。時計の右側にはパブリックポスターを飾っています。こちらはオンラインショップのイルイルゴンチルのもので、ポストカードとセットで2300円でした。部屋のアクセントになってとても気に入っています。その下にはベッドサイドテーブルがあります。こちらは IKEA のもので値段は1999円です。天板がガラスになっていてとても可愛いです。下の段には中学校の美術で制作したカゴとダイソーで購入したポプリを置いています。上にはリードディフューザーと Bluetooth スピーカーを置いています。リードディフューザーはムームーのもので1800円くらいでした。Bluetooth スピーカーは楽天市場のもので値段は6000円くらいで購入したものです。音質はそこまで良くないですがラジオも聴けます。私はいつもスマホから音楽をかけています。部屋の中央にはミニテーブルと座椅子を置いています。ミニテーブルはサリュのもので1500円くらいで購入しました。天板はダイソーのペンキで DIY しています。座椅子は楽天市場で購入したもので値段は3990円です。部屋でくつろぐときはだいたいこのスペースを使っています。
この座椅子は大きくないので場所を取らず圧迫感がないのでおすすめです。それでは最後に部屋の全体をお見せします。I'm looking at the light.最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらいいねやコメントお願いします。